皆さんこんにちは、ピノミです。本日は歯の歯列矯正のお話をしていこうと思うんですけど、私自身もかつてこの歯列矯正っていうのをしてきて、個人的に歯の矯正っていうのが人生で一番の自己投資だと思っています。それでもやっぱりこの歯列矯正自体、費用面で見ても決して安いものではないですし、やっぱ始めるっていうのにはそれなりに勇気がいると思うんですよ。矯正を検討している人って、私もそうだったんですけど、やっぱりコンプレックス自体を解消したくって始めたいっていう人もやっぱ中にはいると思うんですね。だからこそこの歯列矯正っていうのがどういうものなのかっていうのを最初に知っておくっていうのって結構大切だと思っていて、もし矯正を始めてみたいけど実際矯正を始めてみて、なんかこんなんじゃなかったなって後悔するようなことにはなってほしくないので、ぜひ今日の動画を見てしっかりと歯列矯正ですね、特にマウスピース矯正のお話を聞いていただきたいなと思っています。今日は質問が来ることについてお答えをしていこうと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。はい、まず最初の質問です。なぜ矯正しようと思ったのかっていうことなんですけど、矯正する前の私の歯並びっていうのがいわゆる出っ歯ですね。正式名称が上顎前突っていうんですけど、これ矯正する前の写真なんですけど、前歯が突出して出ていて、口を閉じていても前歯出ている状態だったんですね。この出っ歯の状態で人前で笑うのも嫌だったし、もうまさにコンプレックスそのもので、自分自身に自信が持てないっていうところが結構あったんですね。なのでそれを直そうと思って歯列矯正を始めたっていうのがあります。どうやって歯医者を選んだのかっていうことなんですけど、最初は絶対にマウスピース矯正選ぶぞっていうわけで探し始めたわけではなくって、優先順位の中に歯を抜くことですね、抜歯っていうのはなるべくしたくないなっていう気持ちがあったんですね。最初ワイヤー矯正を専門としている歯医者さんをだいたい3軒かな、3軒ほど回ったんですけど、その3件とも全て矯正を適用するためには上下2本ずつの歯、合計4本ですね、4本の歯を抜歯する必要があるよって言われてしまったんですよ。3件も行って抜歯する必要があるって言われれば、私の歯の症例的には抜歯は必要なんだなって思って、半ば諦めてはいたんですけど、最後にこのマウスピース矯正を専門としているところに行ってみたところ、先生からは抜歯せずに矯正できますよってことと、その時の説明も理路整然としていてすごく分かりやすかったので、その場でもうそのマウスピース矯正専門としている先生にお願いすることを決めたっていうのがありました。マウスピース矯正を選んだ理由ですね。これは先ほどの質問にもあった通り、まず抜歯をしなくて済んだっていうことと、あとはマウスピース自体矯正中取り外しができるので歯が磨きやすくって清潔に保てるっていう風に考えたのと、あとは何よりこれマウスピースしてる時ほとんど目立たないですよね。これ結構大きいと思っていて、普通に話したりしている限りではやっぱ他の人に気づかれるってことは結構なかったなと思います。普段生活してる時に話し相手の視線とか目線を気にせずにやっぱ過ごせるっていうのは精神衛生的にはいいのかなとは個人的には思います。実際の治療内容について教えてくださいってことで、まず最初に見積もりの段階で自分の口の中の歯並びっていうのを、シミュレーションで撮影していくんですね。でそのシミュレーションをもとにこの自分の歯並びを動かしていくためのマウスピースっていうのを作成していきます。私当初約1年ぐらいでマウスピース矯正が終了するってことで、最初に44枚のマウスピースを作りました。それぞれ治療内容にもう個人差っていうのがあると思うので一概には言えないんですけど、だいたいこの1枚のマウスピースごとにだいたい10日から2週間ほど装着して、でその期間が終わったら次のマウスピースをつけていくっていう方法で付け替えていくんですね。あとは矯正を始める際にアタッチメントといって、この白いポツポツ
突起物を歯に何箇所かつけていくんですよ。でそのポツポツとマウスピース自体にそこをガチャンってはめるような空洞があって、それで固定して歯を動かしていくっていう仕組みなんですね。このアタッチメント自体も歯の色とほぼ同じなのでほとんど目立たないですし、気づかれたことはなかったです。治療段階に応じてアタッチメントの位置を変えたりしていくんですけど、一時期つけていたアタッチメントの位置が結構この口の中の皮膚に当たるってことがあって口内炎ができたってことがあったので、そこはちょっと辛かったっていう経験はあります。あと治療期間の半分ぐらいは私ゴムをつけてマウスピースを固定していたんですよ。マウスピースにこうやってゴムを装着して歯を動かすように、歯並びを動かすように固定をしていたっていうのがあります。これ実際つけてみて話してみると分かりますかね。こうやって大きい口開けたりすると見えたりするっていうのはあるかもしれません。はい、治療期間についてです。私もともと最初のシミュレーションでは1年間で矯正終わりますよっていう説明を受けていたんですけど、やっぱり歯が動きづらかったっていうのもあったり、最終的にかかった期間っていうのが実際最初の想定した期間の倍以上かかって約2年9ヶ月かかりました。本当にこれは長かったと思います。本当はもう少し早く終わることもできたんですけど、矯正あるあるで歯並び悪い人がやっぱ歯直しちゃうと隙間ができる、いわゆるブラックトライアングルっていうのが何箇所かできてしまったんですね。でそこを、どうしてもちょっと目立つところに関しては直したかったので、先生に無理ってお願いして、延長してそこまで時間がかかったっていうのがあります。なので担当してくださった先生も本当その説は私のわがままにお付き合いいただき本当にありがとうございましたっていうところが結構大きいです。はい、次です。痛みはあるのかっていう質問なんですけど、これ私の場合は痛みっていうのはほとんど感じたことがなかったです。この周期でマウスピースに変える時の段階で最初の1日から2日っていうのがちょっと締め付けられた感感じるかなっていう時はあったんですけど、痛みまではいかなかったですね。よくワイヤー矯正をしている友達とかでワイヤーをきつく締めた翌日とか2日目ぐらいはもう痛すぎて食べ物も噛めないからお粥を食べて生活しているなんていう人も話を聞いたことがあるので、マウスピース矯正に関してはそういったことはないとは思います。はい、これ結構みんな気になるところだと思うんですけど、トータルの費用はいくらかかりましたかっていう質問で、私はこのマウスピース矯正する際にシミュレーションですね、この見積もりで4万円かかりました。でこの矯正自体の料金っていうのが96万円、そして矯正が終わった後につけるマウスピースっていうのがあって、そのリテーナー代っていうのが2万円でした。で合計すると102万円かかったっていうことになります。次、マウスピース矯正をする上で大事なことはありますかってことなんですけど、これはやっぱりマウスピース矯正はいかに決められた時間をですねマウスピース装着しているかっていうのが大事で、もうこれに尽きると思っています。私の場合は1日20時間以上はつけてくださいよってことで、そちらを守っていたんですね。もちろん行事があった時ですね、例えば飲み会だったり結婚式だったり、あとは旅行行ってて食べ歩きしたりっていう時ってありますよね。そういう時って私はもう割り切っちゃって、もうつける時はつけるけどどうしてもつけられない日はやむを得ずにもう割り切っちゃって、他の日に代わりになるべく長くつけようとかっていう工夫をして調整っていうのはしていたんですよ。もう絶対やらなきゃいけないって考えて窮屈になるとやっぱ長続きっていうかモチベーションも下がると思うし、もうそこは柔軟に考えてだけどしっかりと結果を出すっていうのは大切なことなんじゃないかなとは思います。マウスピース矯正のデメリットを挙げるとしたらっていうことで、これはマウスピースはめてる時って唾液が行き渡らないんですよね。これなんで良くないかっていうと、唾液がこの口の中に浸透していることによってやっぱ殺菌作用とか食べかすとかを洗い流す作用っていうのがあるので、やっぱ唾液がないとその分虫歯のリスクっていうのがぐんと上がってくるんですね。なのでこれは正直私の中で本当に矯正期間中悩まされたことの一つで、虫歯本当に厄介でした。実際何個か虫歯になってしまいました。あとはどうしても費用面に関してはやっぱワイヤー矯正よりも若干高くついてしまうのかなってところはあります。
はい、最後に私のこの矯正前と矯正後のビフォーアフターの写真を見ていこうと思うんですけど、本当に見違えるように変わりましたよね。治療期間が大幅に伸びたっていうこともあって、やっぱ挫折しそうになったってことも何度かあるんですけど、その分頑張ったおかげで今の歯並びっていうのがあるし、人前で笑うっていうこともやっぱ苦じゃなくなって笑顔が好きになったし、何より自分に自信が持てたっていうのがすごく大きいので、本当に歯列矯正やってよかったなって心から思います。はい、これからも歯列矯正のことや歯のことに関してたくさん動画を配信していこうと思いますので、もし本日の動画少しでも参考になったよって方は高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた皆さんお会いしましょう。またねー。